ただいま。ちょっと待って。疲れた。手伝って。とんでもないです。皆さんこんにちは。ケーズジャパニーズのお時間です。本日の企画、日本語学習者が最初に覚えるべき50音から始まる日本語のフレーズ、他行編。イエーイ。はい、ということで本日もこのシリーズやってまいりたいと思います。今日本語を勉強している方、日本に興味がある方に向けて、明日からこの動画を見てすぐ使える日本語のフレーズを50音で紹介していくというシリーズになっております。そのシリーズの今回、他行編ということで、た、ち、つ、て、とから始まる日本語のフレーズ、実際に使えるフレーズを紹介していきたいと思います。毎回このた、ち、つ、て、と、これね、発音をしっかりしていきたいと思いますので、これ変顔をしているわけではないので、笑うポイントではないんですけれども、ぜひこの顔にも注目しながら発音もしっかり覚えて勉強をしていってもらえたら嬉しいです。それではやっていきましょう。ただいま。ただいま。ちょっと待って。ちょっと待って。つ疲れた。疲れた。手伝って。手伝って。とんでもないです。とんでもないです。はい、ということで、立ちつてとから始まる実際に使える日本語のフレーズ紹介してまいりました。これもどれもそうですね、日本語を今勉強している方、日本に興味がある方にはすごく初級編というか、本当によく使う日本語、僕でも全然今でも使う日本語なんで、実際に使えるものがたくさんですね。全部使えると思います。はい、ということで、たからね、一つずつちょっと解説をしていきたいと思います。ただいまということで、ただいまなんかもうね、言ってない日本人は反抗期か思春期です。はい。っていうのは冗談ですけども、ただいまってもう家帰ってきたら必ずただいまって言うんですよ。で、ただいまって言われた人はおかえりっていう、もうこれがね習慣です。基本的にはそういうことになってます。ただいまって家帰ってきたら言うっていうね、コミュニケーションですよね。これは基本的には家族で使うことが多いとは思うんですけど、あまりにも長い出張とかの後にただいまとかね、会社の人にね、でチームに復帰しましたただいまとかね、使ったりもすると思うんですけど、ただいま、日常でガンガン使ってますね。あんまり他人に対しては使わないかもしれないですけど、知らない人とかに対してはね、でもこれもよく使うフレーズなんで、ぜひ覚えて使っていきましょう。続いて、ちょっと待って。ちょっとってね、ちょっとっていうのをよく使うんでね、これ覚えておいたらいいと思います。少しとかっていう意味ですよ。ちょっと、少しよりかは多いんか、僕は多いっていうイメージでちょっと待っては使いますけど、ちょっとの間待ってくださいっていうね、ことですよ。待てよっていうね、短縮形なんかもありますけど、日本の有名な俳優で木村拓哉さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方の有名なセリフですね、ドラマのね。今思いついたけど、日本の有名なドラマの名台詞でもいつかね、このフレーズ紹介していきたいと思いますので、日本語だけじゃなくて、日本文化もねしっかり紹介していきたいなと思っておりますので、
またこの別のシリーズもやっていきたいと思います。はい、ということでちょっと待ってでした。何か待ってほしい時に使うフレーズです。はい、続いて疲れたです。これね、疲れた時に使います。 I'm exhausted みたいなことですよね。疲れた今日っていうね、疲れ溜まってる時に言います。もうそのままですけど、皆さん、僕もですけど、やっぱ仕事から帰ってきたら疲れるじゃないですか。仕事から帰ってきたら、疲れってこう一気にね、ドッときますよね。なんか家に帰ったりとかね、そういう時に疲れたっていうね、いう感じで使いますね。これ使ってると人っぽいというか、日本語できる人って感じですね。はい、ぜひ使ってほしいなと思います。続いて手伝って、なんか困った時とかに人にね、助けを求める時に Help me と一緒です。手伝ってっていうね、高いところにあるものは取れないとかね、取ってっていうかもしれないけど、例えば料理してる時とか手伝ってもらいたい時とかにね、手伝ってって素直に助けを求める言葉です。例えば日本に興味があっていつか日本に来たいって人が日本に来て実際周りに誰も知ってる人がいない時とかって助け求められないと思うんですけど、助けてくださいっていう、もしくは手伝ってっていうのがね、できればいいかなと思うんで、これもぜひ覚えてください。続いてとんでもないです。はい、なんか褒められる時があるとするじゃないですか。あなた国宝級イケメンですねっていう、とんでもないですっていうね。はい、自分は思ってても、自分はイケメンだって思ってても、とんでもないですってこう謙遜するといい印象でもあるし、日本人っぽいですね。とんでもないですなんて言うとね。僕は全然こうありがとうございますっていうタイプですけど。はい、ということで褒められた時とかにとんでもないですって言って、とんでもございませんって言って謙遜する時に使います。ぜひ、使ってみてください。これ使ってるとなかなか日本語すごい勉強してんだなっていう印象になるかなと思います。はい、ぜひ使ってみてください。はい、ということで、本日は日本語を勉強している方、日本に興味がある方が最初に覚えるべき50音から始まる日本語のフレーズ、多行編という立ちつてとから始まる日本語のフレーズを紹介していきました。ぜひね、この動画繰り返し見るので、メモって自分でどっかのね、使えるようにしっかり覚えていただければ嬉しいなと思います。こちらのシリーズ他にもね、あ行、か行、さ行出てます。それから他の行に関しても動画に出てます。ぜひ他の動画をチェックしてみてください。このシリーズ面白いなとか、別のね、こういうシリーズもやってほしいみたいなのがあれば、ぜひコメント欄、コメントよろしくお願いします。そして高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんがチャンネル登録をしてくださることによって僕の動画への気持ちとかね、コメントとかまだまだ少ないですけど、来たら本当に嬉しいので、ぜひコメントしてくださったら嬉しいです。はい、ということで、まだまだ動画いっぱい上げていきたいと思いますので、それではまた次の動画でバイバイ。